動きのあるものを作ることが簡単にできる。ここからさっきの流れ理解するのなかなか難しいと思うので、人間がパッと理解しやすい、さらに再生成がキャンバスで簡単になったっていうところで、動くアプリが作れます。動いてなんか業務に使えるやつ。そうですね。はい。パッとね、まずはちょっと形にしてみるっていうところが、このキャンバスっていうところは今後ね発展していく。ニワークをご覧の皆さん、こんにちは。Google を認める Google ワークスペーススペシャリストニワと生成 AI のエキスパート山口さんと、本日もですね、最新の情報とかビジネスに役立つ情報をお届けしていきます。で、今日はですね、ディープリサーチもちょっとその前の動画で、お話ししたんですが、キャンバスもですね、大幅なアップデートをしましたので、ジェミニをですね、普段使っている方だと、こんなシーンで使っていただくといいよっていうね、かなり可能性が広がりましたので、今回はジェミニのキャンパスっていう機能について、ちょっと深掘りしていろんなね、ユースケースとかもご紹介していきたいなと思っていますので、山口さん、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。キャンパスっていう方もいらっしゃると思うので、簡単にまず私がね、キャンパスって何っていうお話をしていきたいと思うんですが、はい。まずはね、上の方でモデルを選べるっていうのはありましたよね。私どものこのチャンネルでは、一旦は 2.5 プロ一択じゃないってことで、もうね、わかんなかったらプロ選んどいてください。推論モデルっていうのがね、入っていて大変優秀な、このジェミニのモデルになってます。で、この中で選んでいただくとね、下にディープリサーチっていう、インターネットのね、代わりに検索をジェミニがしてくれて、レポートをまとめてくれるっていう機能が他の動画でもご説明しているので、ぜひこれもすごい機能なので、そちらを参照いただきたいんですが、今日はね、この横にあるキャンパスっていうのを中心に、ちょっとご説明していきたいなと思っています。これ何に使うのっていうところと、今どんなことまでできるのっていうのが、ちょっと驚くことがいっぱいありますので、ぜひね、最後まで聞いていただきたいなと思ってます。で、通常は、例えばここにですね、ちょっと入力してみます。全社集会にあたって、今回、全社にメールをする、メッセージを作ってください。はい。ちょっとね、適当ですけれども、こんな風に入れてみました。で、通常はこのまま実行すると、ただこれを作ってくれるだけなんですが、キャンパスってするとね、別の画面が出てくれるんですよね。ちょっとやってみます。はい、横にね、パッと出ますよね。はい。つまり、出力した結果に対して、例えばこんな風にね、一部分だけ手直しをしたりとか、この部分だけをこうしてねとかね、そういう風にも一般的に使えるので、多くのビジネスパーソンは、なるほど、その出力のした結果に対して細かくね、トーンコントロールとかチューニングするのに使ったりするんだっていうことなので、一般的にはね、メッセージとか、メールの文章とかを書いたりするときに、少しね、手直しを細かくしたりするっていうときに使う方も多いんじゃないかなと思うんですが、ただこれはね、他の動画でもご説明してるんですけど、個人的にはね、こうやって Google ドキュメントの形式にしていただいて、細かくね、Help Me Write っていう、同じように構成できるものをね、使っていただく方が、もっとね、柔軟性も処理もしやすくて、おすすめなんですよね。実はキャンバス、こういう使い方だけではなくて、もっといろんなことに使うことができるっていうことをちょっと今日ね、ご説明できればなと思ってるんですよね。で、具体的に言うと、これね、山口さんの方からもいろんなちょっと面白いデモやってもらうんですけど、ここからね、いろんなウェブページとかインフォグラフィックスとかクイズとか音声概要とかを作成できるとかあるんですけども、さらにね、アプリが作れたりとか、そういうことまでできるっていうことで、ちょっとこのキャンバスっていうのをね、多様な使い方っていうのを今日ご紹介したいなと思っています。じゃあ山口さん、そんな感じで進めていきたいと思います。ちょっとデモンストレーションお願いできますか。はい、承知しました。では私の方でちょっとデモをしていきたいと思います。ちょっとまずはですね、先ほど丹羽さんからもお話あった通り、このキャンバスが進化したことによって簡単に資料を作成するっていうインフォグラフィック機能が出たんですが、さらにそこからアニメーションとかで分かりやすく理解していくってところをやっていきたいと思います。なのでまずはちょっと分かりやすいところでいきますと、
このようにですね、電流の直列と並列の仕組み、こういったものって学校で習ったと思うんですけれども、これをビジュアルで小学生でも分かるようにちょっとアニメーションで作ってという形でちょっと依頼してみたいと思います。なるほど。まず通常はね、テキストでバーって出てくるのが普通なのに、あえてちょっとビジュアル化したいとかアニメーション作ってくれ、こんなこともできると。はい、おっしゃる通りです。ちょっとこれをキャンバスでやってみます。はい。なので忘れずキャンバスをオンにした状態でここで送信します。ここから実際にプログラムが動くんですけども、本当に指示文がこの一文だけでどんなものが出来上がるのかっていうのをちょっと見ていただければと思います。始まりましたね。そうですね。そうするとさっきの一文だけで、今からプログラムという形で、これも HTML というプログラムを作ってくれてるんですが、これも数分で出来上がると思いますので、ちょっとお待ちいただければと思います。はい。そうするとこのように出来上がりました。これできたもんですか。はい。先ほどのこの一文だけで、プログラムが作られて、今プレビューが表示されてますが、よくこれも小学生で習ったと思いますが、直列つなぎ。例えばこれもこういうふうにボタンがあるんですね。で、電流流すってやると、今これ電流が流れました。こういうアニメーションが動くっていうのがこういうことなんですね。で、例えばこの電球2つありますけど、豆電球1個壊れちゃいましたと。で、壊れちゃうと、これ直列だと電流通りませんよねっていうのが、非常にわかりやすく。皆さん同じプロンプト打ってちょっと一回やってみてもらいたいですよね。本当そうですよね。面白いんでこれ。これはすごいですよね。ぜひやってもらえれば。で、これが直列で、例えば並列つなぎどうなるんだと違い見ようと思ったら、これも同じくこれ電流流れますと。じゃあ上の一つの豆電球だけ壊しますと。そうすると、でも下の方は通ってるんで、これだと電流通りますよねっていうのが非常にわかりやすいんで、こういうのって子供ももちろんわかりやすいですし、これをさらにビジネスで活用していくとどういうふうに活用できるのかっていうのをちょっとこの後見ていきたいと思います。確かにこれはもう先生とかだったらね、もうこれだけでその授業準備がかなり助かったりしますよね。いや、本当そうですよね。はい。まずこうやってなんか簡単なプロンプトでアニメーションとか動的な動きのあるものを作ることが簡単にできるってことですよね。ボタンとかね、押してパッてね、切り替わったりする。多分ちょっとこれ見られてる方の何人かはね、唖然としてるんじゃないかなと思うんですけど、これが作れるようになってる、このね、視覚化っていうかね、ビジュアル化っていうのがキャンバスの大きな価値なんですよね。そうですね。じゃあこれをちょっとビジネスパーソンはどういう例えば使うシナリオがあるのかっていうのをちょっと山口さんにねちょっと作ってきてもらってますんでね、これどうでしょう。はい。では見ていきたいと思います。ではここから次はそれをビジネスでどう活用できるのかっていうのを見ていきたいと思いますので、じゃあ今回の例えの例としましては、私ちょっと前職が PayPay 株式会社にいましたので、じゃあ皆さんもある程度知ってると思いますが PayPay のビジネスモデルっていうものがどういったものなのか、多分これが皆さんも分かりやすいんじゃないかなと思いますので、ちょっとそこを見ていきたいと思います。じゃあここ PayPay のビジネスモデルとして、皆さん使ったこと分かると思いますが PayPay ってアプリと、あとは皆さんのユーザーと、あとはそれが加盟店、お店があると思いますが、これがどういう形でお金が流れているのか、この仕組みっていうのを理解するために、そこについてまずは調べてくださいというのをディープリサーチにお願いしてみようと思います。なるほど。はい。これもちょっともう PayPay だと一般的に知っているっていうのも多いと思いますけども、一般的な企業様であれば、なかなかそこもジェミニも知らないところありますので、まずはそれをジェミニに深くディープリサーチで調べてもらうというところをやってもらいます。なるほど。なので今回ディープリサーチをオンにした状態でこのビジネスモデルを調査してもらいます。なるほど。そうしますとここでですね、PayPay のビジネスモデルについて、このような形で調査を始めますねと出てきますので、これは通常通りディープリサーチを開始しますと。そうするとこれからもうネット上からいろいろな PayPay のビジネスモデルっていうところを今試行してですね、ウェブサイトとかを調査してくれると思いますので、これちょっと多分10分ぐらいまたかかると思いますので、ちょっと待ってみたいと思います。まずはね、PayPay のビジネスモデルをね、ちょっと一回インターネットクロールして調べてまとめてくれてると。はい。ではちょっとさらですね、このようにPayPay のビジネスモデルっていうのをディープリサーチが調査してくれました。またこれもですね、スクロールをしてみるとまたかなりの量を調査してくれていますね。これも20ページクラスですね、これね。そうですね、それぐらいありそうですね。という形でこういったページをいろいろ見て、この会社についてのビジネスモデルっていうのをしっかり調査してくれたというところになっています。ここまではね、結構このチャンネルをご覧になられてる方だとね、ディープリサーチだなって感じがするんですけど、この続きがあるんですよね。そうですね。で、ここから前回の他の動画でもご紹介しましたが、作成というところを押すと、ウェブページとかインフォグラフィック、要はこの文章をもうちょっと視覚的に分かりやすい資料に変えてくれるっていうのはあったと思いますが、今回はこのビジネスモデルを先ほどみたいなアニメーション化したいと思います。その際、実はここにですね、入力欄があるんですね。なるほど。この4つ以外にも選択肢があるんですね。そういうことですね。はい。なので、ここには今回指示文をちょっと入れてみたいと思いますが、先ほど調べてもらったこの PayPay とユーザーと加盟店のお金の流れについて、先ほどと同じようにアニメーション化して、ビジュアル化して分かりやすく説明してくださいというのを指示して、これでエンターを押してみます。
さっきのね、空欄何だったんだろうっていうね、人いっああ、ぱいいたとそうですね。思うんですけど。あそこに細かい指示もできる指と。示もいける。はい追加プロンプトがね、いけるってことですよね。そうですね。はい。ここからがいよいよこのね、この動画のちょっとご紹介したいところなんですけど、そういった内容を今度はビジュアル化をしようっていうことでね、今回はアニメにするんですよね。そうですね。そうするとやっぱりこれも HTML のコーディングが始まりましたので、ちょっとこれもしばらく待ってみたいと思います。はい。じゃあ少ししますとですね、このように PayPay のお金の流れのアニメーションというのが出来上がりました。で、ここにですね、こんなアニメーションっぽいのがありまして、またこれもこういうふうにボタンがありますので、これもちょっと見ていきたいと思います。なるほど。インフォグラフィックスとかサイトだと、ちょっとこういうなんか、ボタンを押して動くみたいな仕掛けじゃないんで、こういうなんか、あれですね、ボタンを押したらゲームっぽく、なんかアニメができるってことですね。そうですね。はい。動かしながら理解していく理解するものがができる。インタラクティブなものができるっていうことですね。はい。はい。じゃあこれちょっと見ていきたいと思うんですが、ちょっと上の画面と下のボタンがちょっと離れてて、これ画面がちっちゃくて見にくいので、ちょっとこれを Google サイトの方でちょっと見やすくしてみたいと思います。はい。これね、他のちょっと動画で、前の動画かな、ご紹介してるんですけど、これ、Google ワークスペースのジェミニの場合は、ちょっと多分セキュリティ上なのかアップデートなのか、まだね、この画面を誰かに共有するっていうことができないので、このコードっていうところを押していただいて、HTML をね、Google サイトにパッと貼り付けてもらうと、どんな人にもね、簡単に、柔軟にこれを見せたりすることができるので、これを今からね、ちょっとやっていきましょうということで、しばらくは Canvas と Google サイトってね、合わせて使っていただくのがおすすめなんじゃないかなと思います。じゃあ山口さんお願いします。はい。ではまずは Google サイトを開いていきたいと思いますので、アプリランチャーの方から Google サイトを選びます。そして今回は新しいのを作ろうと思いますので、空白のサイトを選びます。そうすると Google サイトの新しいページが開きましたので、先ほどの HTML を埋め込むときは、この埋め込むというボタンを押して、この今 URL というタブが開いてますが、右側の埋め込みコードというところを開きます。で、ここからですね、先ほどの HTML、これをすべて選択して、すべてコピーします。はい。で、この状態で先ほどの Google サイトに戻って、この HTML のコード欄、ここに貼り付けます。そうすると先ほど長かった HTML が貼り付きますので、あとはここから次へと押しますと、先ほどのアニメーションがここで、確認画面が出ますので、問題なければ挿入をします。ちょっとジェミニの画面だと狭くてね、見にくいんでね、みんなでこうやって会議室で見たりするんだったら、一旦 Google サイトにだけね、ちょっとだけ一手間かかるんですけど、貼り付けといてもらうとね、すごいいいんじゃないかなと思います。そうですね。なので大きさとかも調整できますので、ある程度調整できたら、プレビューとかで表示していただくと、こんな感じでアニメーションを表示していくことができます。ちょっとこれでも全体見えないので、ちょっと画面の大きさとか変えますが、こんな感じでちょっと全体像が見えたかなと思います。じゃあここからちょっと実際に見ていきたいと思いますが、ここには皆さんユーザー、PayPay を使う皆さんのユーザーと PayPay とあと加盟店、お店ですね。というのがあったり、また銀行とか、いろいろな PayPay の金融サービスがあるっていう、全体像がまずここには表示されてますと。じゃあまずこれステップ0として次押してくださいってことなので押しますと。でそうすると今これお金が動きましたが、これなんだろうというと、ここ下見てみるとですね、ユーザーが銀行口座から、ここからPayPay に入金を行います、チャージをしますっていうのが今アニメーションとして流れましたっていうところですね。で、なんかソフトバンクまとめて支払いみたいな細かいところがありますが、これが多分ディープリサーチでいろいろ調査してきたんでしょうね。はい。で、その後次へというふうに押しますと、じゃあ次はここからユーザーが PayPay を使って加盟店にお金を払いますと、購入しますという流れが今ここで説明されてますね。ただこれはユーザーに直接的な手数料はかかりませんよという話があって、ユーザーは手数料かかってない。皆さんも手数料なんか払ってないと思いますが、ここは払ってないと。じゃあ PayPay どうやって儲けてんだみたいなところがありますが、次のステップを押すと、じゃあここから加盟店がそこから PayPay に対して、システムの利用手数料を払ってるんですよと、これ何%みたいな、私 PayPay だから分かるんですけど、ちゃんと合ってるんですね。合ってるんですね。ディープリサーチでめちゃめちゃ調査してるから、多分こういうのもパーセンテージも全部分かってるというところですね。で、次のボタンを押してみると、じゃあ次 PayPay から加盟店ということで、これは逆にそこから手数料を差し引いた金額を次は PayPay がお金持ってるので、加盟店に入金しないといけないので、そういった形でお金が流れていきますよと。こういう仕組みになってんだ PayPay、皆さん何気なく使ってる PayPay もこういった形で PayPay と加盟店でやり取りあるみたいなところも、こういうふうにアニメーションで学んでいけるというところです。これじゃあ社内とかの合意形成とか説明とか、あれだからやっぱりビジネススキームとかね、何か動きとか流れとか、そういったものちょっとアニメーションが入ってるだけで分かりやすくするようなものをジェミニから
キャンバスを使って形化してあげて、まあすごい精緻なものではないんだけれども、簡単に誰かにね、説明したりするのにすごいいいっていうことですよね、使い方としてはね。そうですね。先ほどのところも PayPay のビジネスモデル、うん、見ようと思ったらこの文字多分見ていけばさっきの流れどっかに書いてるんだと思うんですけど、ここからさっきの流れ理解するのなかなか難しいと思うので、そこをこうやってアニメーション化すると非常に分かりやすいですよねというところです。あれですよね。だからゲームがね、コードからみんなが遊べるような画面に変えるのと同じで、人間がパッと理解しやすい、さらに再生成がキャンバスで簡単になったっていうところですよね。なんでこのさっきの作成ボタンから、もちろんウェブページがインフォグラフィックスでね、別の動画でもすっごい可能性をね、ディープリサーチとかの特に組み合わせでお伝えしたと思うんですけど、今回この一番下のところにね、動くアニメーションをこう生成したりすることができるっていうことですよね。はい。だからこう社内の合意形成とかお客さんにパッとね、形でちょっと説明したりするときなんかにも、もう前準備のやり方が全く変わるんじゃないかなって感じですよね。そうですね。はい。ね。これは素晴らしい。なるほど。皆さんもね、ぜひこんな面白いものできたよとかだったらね、ぜひ Google サイトにね、公開して我々に教えていただきたいなと思っています。そうですね。で、さらにあれ、山口さん、もう一個のビジネスパーソンが使うべきシナリオってこういう説明以外にもあるってことですよね。そうですね。本当にここは資料みたいなところだけじゃなくて、他にもこうプログラムができるっていうところがありますので、いろいろなアプリケーションが作れますので、ちょっとそういった例も一つ見ていきたいと思います。アニメじゃなくてアプリなんですね。そうですね。アプリケーションが簡単に作成できます。動くやつ。動くアプリが作れます。動いてなんか業務に使えるやつ。そうですね。はい。では今回の例としては勤怠アプリをちょっと作ってみたいと思います。勤怠アプリ。はい。勤怠アプリなんかどこの会社でもね、やっぱりあると思いますので、こういったものもですね、自社で作ろうと思ったら今までだと結構な金額かけてですね、作らないといけなかったものが、今このめっちゃ短い勤怠アプリを作成してください。もうこれだけで簡単なアプリケーションが作れますので、ちょっとやってみたいと思います。本当ですか。どんなものができるんでしょうね。はい。じゃあこれも忘れずキャンバスをオンにした状態でここで送信します。もう一文で良くなっちゃったみたいな感じですか。そうですね。もうめちゃめちゃ短い文章で、だって先ほどの PayPay のビジネスモデルもボタン作ってとか言ってないですけど、ボタン勝手に作ってくれてますからね。そこが足りなかったら自分で追加していく、編集していくってこともできますので。なるほど。じゃあこのように始まりましたね。で今回これ HTML じゃなくてちょっとリアクトと言われるものとかを作ってこの Firebase とかデータベースみたいなものもちょっといろいろ作ってくれてますので、ちょっとこれも出来上がりどんな感じになるのかっていうのをちょっと見ていければと思います。なんかアプリが最低限動くような周辺の環境も作ってくれるってことですよね。そうですね。簡単なプロンプトでね。出来上がったのはこれですか？そうですね。これがその先ほどの一文で出来上がったのがこちらのアプリになってます。じゃあちょっとこれ、出勤ボタンをちょっと押してみたいと思いますが、出勤っての押すとですね、これ今のこの時間が入りましたというところで、これも休憩とか休憩開始、休憩終了っていうのもあるんですけども、ちょっと一回このまま退勤を押してみたいと思います。ちょっとこれ短いので、あまりちょっと記録感ないですけども、時間は合計0分っていう形になってます。基準8時間なのにもうすぐに退勤しちゃったみたいな。そうですね。はい。こんな感じでこうデータベースとして出勤と退勤っていう時間をこう記録していくアプリっていうのがもう本当に簡単に作成できるというところになってます。でこれが先ほど Firebase っていうデータベースを作ってますってお話ししましたが、これがデータベースじゃなかったらどうなってたかっていうと、これリロードのこの更新ボタンあるんですけども、これで再度開くと本来これ消えちゃうんですね。データベースがなかったら絶対消えちゃうっていうのがあるんですけども、これがちゃんと残ってると。これが今回の多分アップデートの影響もあってそうなんですね。実は私がこの IO の前にも同じようなやつをアプリを試してたんですが、その時はもちろんデータベースがなかったんで、毎回これリロードすると消えちゃってたってのがあるんですが、この Google IO の後にこれを作ってみると、あれなんかリロードしてもデータ消えないと思ってですね、これジェミニーにデータベース化してるって聞いたら、はい、Firebase で作ってますって回答してくれてですね、今もここに出てますが、ちゃんとデータベースとして保存してるみたいなことがあるので、これで言うと本当に簡単なアプリだったらもうここで作っちゃってこれで動かせばいいんじゃないのっていう形にもできるんじゃないかなと思います。今ね、山口さんが言ってくれた Google I/O っていうのがね、5月20日に、行われたGoogle 主催のね、開発者向けの大きな発表イベントがあるんですが、そこで大きなね、ジェミニとかいろんなものの発表も行われたんですが、このキャンバスもね、大きくそこを境に、なんか前までは簡単な見た目だけは作ってくれたけど、データを溜め込む場所とかまで作ってくれるようになったってことですよね。そうですね。はい。
これさらにここに指示文打っていくことによって、もうちょっとこここう変えてっていうのも細かく指示して微修正していくことができますので、一発出しではなかなか難しいアプリもあると思いますので、そこもいろいろここに指示をしていって自分に合ったアプリケーションを作っていくということが可能になります。全社でね、例えば何千人いるっていう会社の勤怠アプリが作れるかっていうよりは、まずはこんなものあったらいいんじゃないみたいなことを、ちょっと社内で簡単に動くものを作ってもらうって、アップシートっていうね、Google Access だとね、アプリが作れるものも、ノーコードアプリが結構活躍してたんですけども、もっと簡単になっちゃってきてるっていう感じですよね。そうですね。もうモックを作るんだったらもうこれで十分かなと思います。十分って見た目パッと作ってね、こんな感じのがちょっとね、開発してもらうといいんですけど、とかみたいな話ですよね。そうですね。ということでいかがだったでしょうか。実はこのキャンバスは単純な出力したメッセージの再構成っていうことはもちろんできるんですけども、さらに加えてここから資料とか、なんならディープリサーチでかけた後の出力結果に対して、それをさらにね、ビジュアル化したりとか、ちょっとアニメーション、インタラクティブなアニメーションに変えたりとか、多分これはね、教えたりとか、説明する人たちに対してはすごい大きな影響がある機能なんじゃないかなと思いますね。そして、なんならプログラムが書けるので、本当に簡単なアプリのモックアップであったりとか、自分自身のね、生産性向上させる、圧縮させたりとか、あとは、ファイル名を一定の規則で変えたりとか、いろんなものあると思うんですけど、そういったね、ちょっとユーティリティアプリみたいなものをね、簡単に作ったりするなんてこともできるんじゃないかなと思います。あくまでも発展途上なね、ところがありますので、このデータベースをね、本当に信頼して、もう社内全体で使ってこうみたいな、本当のがっつりなアプリっていうのを作るっていう用途じゃないと思うんですが、パッとね、まずはちょっと形にしてみるっていうところが、このキャンバスっていうところは今後ね、発展していくんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもいろいろね、試してみてください。はい。ということで、キャンバスっていうのがね、こんな風に成長しているので、アイデア次第で皆様もね、ちょっとしたビジネスのところ、ちょっとこういうアニメーションついてると説明しやすいなとか、いちいち資料を作るほどじゃないんだけど、パッと動かすものを作りたいみたいな時に発揮してくれるかなと思いますので、どんどんまずは試して使ってみていただいてね、いろんな面白いアイデアがあったらぜひね、コメント欄とかに書いていただいて、我々にもね、教えてくださればなと思っています。Google サイトにね、HTML コードを貼り付けていただければ、すぐにパッとね、いろんな人に見せたりすることもできますので、ぜひご活用していただきたいなと思っています。本日はですね、キャンバスの大幅な機能アップデートと、使っていただきたい、まずは初めのですね、ユースケースをお伝えしてきました。この動画ではですね、Google のサービスを中心に Gemini とか Google ワークスペースをお使いの皆様にビジネスのシーンでお役に立つ情報を配信しています。この動画が役立ったなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。山口さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。